で、もうすぐ太陽昇ると思います。今日はですね、中潮です。前回起きかけの中潮を撮影した時も全然ダメだったんですが、今日はどうなるでしょうか。潮はいいはずです。カキがもうさらいをしてるんでね、落ちガキをね取ってるんですよね。それでカキ殻の下からやっぱ出てくるんで、カニもおりました。何匹いたかな、123456788。ただちょっと小さいですね。大きいのが欲しいっていう。めっちゃ出てきてるじゃないですか、ガが。これはダメです。シャーコもすごいな。休んでる間もカキさらいしてたんでしょうね。なんやかんやカキの下から出てきて、6789102131415161717。シャコも多分2、30見えるんじゃないかと思いますけどね。結構見えてる。ナマコはまだ拾ってもいい。3月末まで自分たちは。当然 U ターンしてカキ殻の方へもう一遍向けて網をつけたいと思います。まあでも2番目はもうね、1番目ほどはいないかと思いますが、は多いんですけど、今日は特別多かったですね。20から30いるんじゃないでしょうか、拾えたの。なんかもうちのおらん感じですね。早巣漁が3番ぐらいは続くのかと思ってましたが、でもまあおるにはシャコがすごい。地により楽。シャコマジすごいですね。これ軽くこきたんで、まあシャコは軽くこいだ方がよく入るんですよね。チヌ消えたら移動しようと思ったんですけど、シャコが素晴らしいんで、ちょっともうちょっとやってみましょうか。1番目より多かったかもしれません。同じぐらいかな。同じぐらいか。中潮は非常にいいです。何がいいって、シャコがいい。前回の中潮の時もチヌとシャコいるかな思ったんですけど、いなかったんですよね。切れたら移動したいと思います。シャコも切れませんね。シャコが今一番美味しい時なんで、ほんとスーパーエースなんですね今これ。逆にカニとかはね、やっぱ一番美味しい時が終わって、まあでもスーパーエースであることに変わりはないですね、カニも。カニはまあ一年中エースです。
タイドグラフの山のてっぺん来るんで、そこをどう過ごすかですね。ここでまたタイドグラフの潮が落ち着くのを待つのか、それとももう移動するのか。取れたんじゃないでしょうか。じゃこ年々値上がりしてますけど、今年はもう異常なほどですね。誰が食べてるんでしょうか。あとこれがうまいですよね。これはオスなんで子がいませんけど、メスはねもうこう持ってるんで、今めちゃくちゃ美味しいです。なんとまだ続きますね、進路が。よし、谷まで。これもさらいのね、いかだの下から出てきたんでしょう。よいしょ。よりかき棒にちょうどいい。ナイス。車庫減ってきましたけど、でもまだ見えるな。爪の上ですが、まだ見えてますね。ただこの網ぐらいからちょっともうタイドグラフのもうかなり山のてっぺん左側、山のてっぺんの左側ぐらいですね。車庫は見えましたね今。カニ一つと、ただてきめんチヌが消えるという。まあでも車庫いればいいんですが、やっぱりでも少ないか。ここで辛抱するか移動するかの。さて移動なのか、潮がまた良くなるのをここで待つのかの2択ですが、ただ車庫はある程度見えてるんですよね。ちょっと寄りながら考えてみたいと思います。3月ももう終わりに近づくとさすがにあったかいですね。昨日まで寒かったんですけど、今日から突然あったかいです。これに何もいなかったらちょっと移動して、エビ頼まれてるんでエビ取りに行きたいと思います。カニ殻のみ。でもそこそこ見えますね。どうしよう。何かがいる時間にね移動ってなかなか難しいんで、もうこの時間でしょうね。
から遠ざかってますが、ただやっぱ車庫は切れんすね。悪い時間帯でも切れない。1日やったら2棚以上いけそうですが、エビ頼まれてるんで、ちょっとエビ取ってからまた夕方戻りたいと思います。車庫さらに増えまして、1棚以上行きましたね。エビがおるでしょうか。うわ、エビおらんな。もうやっても意味ないな、これは。お、ナイスヒラメ。まあでも辛抱すれば 1.5 ぐらいすぐ行きそうでしょうかね。どうなんだろう。ヒラメがラッキーでした。朝からの分ですけど、あれ全部であと700取れればいいんですけど。お、カニラッキー。今日はエビ少ないですけど、一応さっきもヒラメがいてカニがいて、来てよかったのは良かったですね。頼んできたんで、最初のところに戻ったらやっぱりチヌ入るようになってますね。ただ今さらにエビの注文が1キロ来たんで、またエビのところに帰っていかないといけない。果たして取れるのか。頼まれたとこれでおそらく追加注文の分取れたと思うんで、また元のところへ、朝いたところへ帰っていきたいと思います。車庫は朝ほどは見えませんね。この上から見ても黄色が分かる素晴らしさ。すごいこれは。車庫多めでしたね。夕方になってまた出たようですが、なんとここに来てさらにエビの注文を受けてしまいまして、取れるのか。もう帰る時間なんで、でもこれで次でラストにして帰りたいと思いますが、エビの筋を通って帰りたいと思います。お疲れ様でしおた。疲れ様でした。はい。結構しんどかったです。はい、今日はどうでした？めっきり春ですね。うん。取れるもんがもう
変わってきまして、うん。あと一生懸命ヒラメと思いながら漁をしなくても済むようになりました。あら、他のもがおったん？まあチヌがもう安定しておるわな、うん。70キロです。あもうチヌだけで安泰ですけど、ー、うん。おお、やったー。そこ。今日多分一番多いね。美味しい。ただうん。もっと取れとったと思う。あら、どうしたん？破けとった。エビをうん。狙ったっけん、今日は。どんどん注文が増えましておって、はい。エビ一生懸命狙わんといけんのが、うん。これなんか絶対子がおるね。あ、もう見えよる、子がおるわ。寄りましょうかね。はい。ぐるぐるおるんでね。うん。大事。そうですよな。エビもなんとか取れたと思うんですけど、エビはもう誰か他の人にちょっと回してもらおうか取った方がええかもしれない。他の人に頼んでな。うでもエビも一応ん。うん。頼まれた分だけ。お、エビ。いいかな。今寄ったら新丼が出てくるけど、これとこれ合わせて3キロおるだろうか。それとはい。ちっちゃいけど一応ヒラメが2です。よかったです。カニワさん、はい。ということでした。はい。お疲れ以上で。様ですす。はい、お疲れ様。はい。皆さん今日もスーパーハードワーク大変お疲れ様でした。お酒ばっかりポチってたらこんなものが届くようになりました。中は素晴らしいです。以前ふぐだし乳麺をシェアさせていただいたんですが、自分はやっぱ西日本に住んでますので、近場に有名なそうめんたくさんあるんですが、小豆島の島の光が我が家では一番人気なんですが、その時にそうめんコメントいただきまして、調べたところ日本三大そうめんのうちの一つだそうです。1200年前からあるそうめん、奈良県のそうめんです。お試しセットがあったんで3ついってます。前回乳麺で食べたので、もちろん普通に冷えのそうめんでも食べますが、前回乳麺でいただいたのでちょっと比べるために乳麺でいってみたいと思います。種類があるんですよね。白ひげ、寿、大の糸、茹で時間も違います。太さが違うんでしょうね。小麦の風味とコシを追求しました。めちゃくちゃ俺が好きそう。小麦の風味が感じられるものが好きです。そもそも小麦が好きです。でもこちらは手延べ技法の集大成がここに。これでもいいな。でも弾力のあるコシ感が特徴。太いんでそうなんでしょう。あと小麦の風味と書かれてるんで、やっぱこれですね。ゆじぽんママさんがそうめんを作ってくださってる間に、ミュコーブラックパンサー、これはですね、視聴者さんからいただきました。以前このミュコーをおすすめしてくださった視聴者さんなんですが、ミュコーもいろいろありまして、これ買う時悩んだんですけど、自分は VSOP を言ってみたんです。飲み比べてみましょう。この開ける時から栓をしてるのにもかかわらず香りが漂ってきたアルコール、今まで経験したの3本あるんですけど、そのうちの1本です。ミュコーとフォアローゼとプラチナとグラッパサシカイア、どれも自分の中で最高ランクに値するというか、とにかくこれ開ける前から香りがするとすごくないです？ただこのブラックを開ける前から香りはしないですね。買う時に見た時、ブラック確か6000円ぐらいだったと思うんですよ。でゴールドパンサーっていうのがあって VSOP があって、他にも XO ってあったんですけど、その時は自分は VSOP を選んだんですが、これが1万3000円ぐらいでしたね。ちょっとブラックパンサー、匂い違う。違う匂いが。へえ。こっちはもうブランデーの香りですが、こっちは、キャラメルバーボンのようです。驚きですね。同じミュコーでもこれだけ違うんか。じゃあブラックパンサーいただいてみたいと思います。でも注ぐとキャラメル感なくなりました。いただきます。でもやっぱうまいっすね。いやこれやっぱ名作ブランデーですね。やっぱりこれはうますぎる。もうブラックパンサーで十分ですね。本当に瓶開けた時の香りとはもう違いますね。本当ブランデーのブドウの香りです。飲むと甘みも程よいし、なんかちょっとアルコール度数多分40度ぐらいなんでしょうね。もう本当にもうめちゃくちゃうまい。びっくりするぐらい本当にもうめちゃくちゃ美味しいです。とろっとした感がすごいですね。いただきます。やっぱり香りがもうちょっとワンランク上な感じはあります。お高いミュコを買う必要がないぐらい本当にめちゃくちゃ美味しいです。できました。かき乳麺です。三輪乳麺いただきたいと思います。
牡蠣いってみましょうか。とりあえずね、牡蠣とこのレモンピールが合う。レモンピールとかくめっちゃうまいですね。では日本三大乳麺のうちの違う、日本三大そうめんのうちの一つ、三輪乳麺いただきたいと思います。もう持った瞬間にちょっとコシがあるのが分かるぐらい、この細麺でこのコシっていうぐらいの感じはあります。いただきます。小麦の香りが書いてる通りです。小麦の香りがすごいいい。好きかも。かきだしの汁もめちゃくちゃ美味しい。ただそうめん、本当日本三大そうめんのうちの一つ、なんかわかる。香りが素晴らしい。小麦のこれ乳麺なんでこの程度のコシですが、逆に言うと乳麺でこの細麺でこのコシはすごい。氷で締めたそうめんだと相当コシ出ると思いますね。食べ進んでいくうちに風味は慣れてきて分からなくなっていくんですが、それでもやっぱり小麦の香りが、最初に一口目の小麦の香りすごかったです。日本三大そうめんのうちの三輪そうめんを知れてよかったです。教えてくださってありがとうございました。それともう一軒半田そうめんをおすすめしてくださってますので、それもまた届き次第やってみたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。どうちゃんと三輪そうめん、すごいな、美味しいな。この細さでこのコシはわかる。それ普通に氷で締めたらもっとすごいだから。みんなが好きなこのよりも美味しいな。思った。イボの糸も美味しいけど、イボの糸よりもコシがあって、イボの糸よりもあと小麦の風味もなんかすごい感じがある。どうしたん？めっちゃはしゃぎおるやん。また近い。全部近いんよ。